皆さんこんにちは。エコロジストの太田です。今日は生物多様性についてお話ししていきたいと思います。2010年に名古屋で生物多様性会議っていう国際会議が開かれたのを覚えている方も多いかもしれません。その頃よくニュースで生物多様性が話題になって、生物多様性って何だろうって思った方も多いと思います。今日は生物多様性とは何なのか、なぜ大事なのか、そしてなぜ今注目されているのかについてお話ししていきたいと思います。生物多様性っていうのはその名の通り生物における多様性のことを表します。私たち人間でも最近多様性ってよく話題になってますよね。肌の色とか人種、性別、LGBTQ、同じ人間でも外見は様々で得意なこととか全然違いますよね。生物も同じなんです。例えば樹木を例にしてみると、小さい木から大きい木まで様々あって、光合成をする量だとか土壌から吸い取れる水の量っていうのも様々なんですね。さらにどんな動物がその木を好んで住処にしているか、どんな動物がその木のどんぐりを好んで食べてるかっていうのも異なるんです。なので森全体を見た時に多様性の高い森っていうのは様々なサイズの木があって様々な種類の木が存在する森林が多様性の高い森になります。一方で多様性の低い代表的な森が日本の杉林です。あれは戦後に人間が杉を一気に植えたために同じサイズの杉だけが植わっている森っていうかなり多様性の低い森になってしまっています。ではなぜ多様性が大事なのかというと、また森を例にしたいと思うんですけど、日本の杉林のように杉だけ植わっている森には杉を好む動物しか来ませんよね。でも多様でいろんな種類の木が植わっている森には杉を好む動物も松の木を好む動物も樫の木を好む動物もみんな一緒に住めるわけです。動物だけじゃなくって虫だとか土壌の中にいる微生物も同じです。特定の木の種類には特定の種類の微生物がいることが多くて、木の多様性が多いだけでいろんな動物や虫や微生物が一緒に住めることになります。海の中も同じような感じですよね。いろんな種類のサンゴとか海藻があった方がいろんな種類の魚が住めるようになります。より多様な森や海っていうのは植物や動物、微生物の間での物質の循環が活発にいくようになります。食物連鎖を考えてみると分かりやすいと思うんですけど、基本的な食物連鎖って草食動物が植物を食べて、でその草食動物を肉食動物が食べて、でそういった動物っていうのは糞をしたり死骸が土に戻ることでその栄養でまた植物が育ちますよね。より多様な森や海ではいろんな植物や動物がいるので、どの植物や動物にとっても最適な食べ物がちょうどいい分だけあるんですね。なのでスムーズに食物連鎖が回りやすいんです。一方で多様性の低い例えば杉林っていうのは杉を好む動物や虫、微生物しかいないので食べ物の選択肢が少なすぎるまたは全くないっていう状況になって食物連鎖がうまく回らなくなってしまいます。そうなると動物や虫もどこか他のところへ行ってしまって土壌に十分に栄養が行き届かなくなって植物もやがて貧弱になってしまいます。どの植物や動物にもそれぞれの役割っていうのがあるんですよね。人間社会でも同じですよね。農家さんが野菜を育ててくれて私たちは食べていける。大工さんが家を作ってくれるから私たちは住むところがある。電車や車を運転する人がいてくれるから私たちは遠いところへ行ける。そういった様々な役割を持った人がいることで社会って成り立ってますよね。自然界もいろんな役割を持った植物や動物が共存して初めて地球っていう社会が成り立っているんです。生物多様性はいろんな軸で測ることができます。いろんな種類の生物がいるっていうのも一つなんですけど、同じ種類の生物の中でも例えば遺伝的な多様性またはサイズの多様性っていうものがあります。遺伝的な多様性に関しては私たち人間でも髪の毛の色だとか身長だとか遺伝的な要素が人それぞれ違いますよね。そういった遺伝的な多様性っていうのが生物にももちろんあります。遺伝的に多様だと例えばとある病気に強い人と弱い人がいてその病気が流行した時に強い人がいるおかげで人間が全滅せずに済むっていう意味で多様性が高ければ高いほどその種が存続できる確率が高まることになります。
なので生物多様性が高いと森だとか海がより健康で活発になるんです。そうなると私たち人間にも様々な恩恵があります。例えば森から材木がよく取れたり、あとナッツとか皆さん食べますよね。ナッツとか果物がよく取れるようになる。さらには光合成が活発に行われるようになって空気も澄んでくる。さらに森は水も浄化してくれるので水もきれいになってきます。何より週末にキャンプに行くときに多様で活発な森に行きたいですよね。一種類の木しか生えてなくて木も全然元気なさそうで鳥の鳴き声も全然聞こえないみたいな森にあんまりキャンプに行きたくないですよね。なので生物多様性を守ろうっていうのは私たち人間の健康で豊かな生活を守ろうとイコールでつながっているんです。ではなぜ今生物多様性が注目されているかというと、それはもちろんいろんな動物や植物が絶滅の危機に瀕していて生物多様性が失われつつあるからです。動物に関して言えば人間が動物の住処を奪ってしまったり、他の国から来た外来種に駆逐されてしまったり、あとアフリカの方だと象牙が高級だからといって違法に象が捕まえられたりしています。植物に関しては地球温暖化で暖かくなりすぎて花が咲かなくなっちゃったりとか、あと外来種に葉っぱを全部食べられてしまったりとか、様々な理由があります。で、これらの理由のほとんどは人間に関わるものなんですけど、逆に言えば私たち人間が今から救うこともできるっていうことですよね。なので絶滅の危機に瀕している植物や動物を守っていこう。そして生物多様性を守っていこう。それが回り回って私たち人間にもプラスになるよっていうことです。こういった生物多様性や絶滅の話題になるといつもカリスマ的な動物が話題になります。例えばペンギンとかライオンとか動物園にいるようなかわいいかっこいい動物って絶滅しそうって聞くとかわいそうって同情しちゃいますよね。でもこういったカリスマ的な動物の他にもすごい地味な虫だとかその辺に生えてて気にしなさそうな雑草だとか、そういうもので絶滅の危機に瀕している虫とか植物動物たくさんいます。なので生物多様性や絶滅に興味を持つきっかけとしてそういうカリスマ的な動物を話題にするのはいいんですけど、他にもたくさんの虫や植物や動物が絶滅の危機に瀕していて、でそれらの動物たちも、ライオンとペンギンと同じぐらい大事で守らなくてはいけないっていうことを決して忘れてはいけません。今日は生物多様性についてお話ししました。より多様な森や海の方がいろんな動物や植物が住むことができて物質の循環がうまくいってより健康で活発になる。それぞれにそれぞれの役割があってどれも変えてはいけないっていうことを学びました。人間社会も同じかもしれませんね。より多様な人を受け入れてより多様な役割のある社会の方がより健康的で活発で生産性も上がるかもしれません。自然からの大きな学びですね。今はたくさんの動物や植物や虫が絶滅の危機に瀕していて、それらの動物を守るために活動している人たちが世界中にたくさんいます。そういった植物や動物のことを積極的に知ろうって思うだけでも生物多様性を守ることに貢献できると思います。